こんにちは、みどりです。皆様お元気でお過ごしでしょうか？今回は褒めることのメリットとデメリットを整理しながら、効果的な褒め方について考えてみたいと思います。人を褒めることはコミュニケーションの中でも大切なスキルの一つとして知られています。一般的に褒めることは良いことと思われがちですが、やり方によっては思いがけない副作用を引き起こしてしまうこともあるため、注意が必要です。まず褒めることのメリットについてです。誰かを褒めると相手が喜ぶだけでなく、実は褒めた側の自分にも良い変化が起こります。人を褒めると脳内でオキシトシンというホルモンが分泌されます。これは幸せホルモン、癒しのホルモンとも呼ばれているもので、安心感や幸福感をもたらします。つまり褒めることは相手のためだけでなく、自分の気持ちも良くしてくれる行為なんです。また相手をよく観察し、どんな言葉なら伝わるかを考えるとき、脳の前頭前野が働きます。ここは思考や判断、創造性に関わる部位で、褒めることは自分の脳のトレーニングにもなるんです。さらに、自分が褒めたことで相手が意欲的になり、成長した姿を見せてくれたとき、自分は誰かの役に立てたという感覚が生まれ、自己評価も高まるでしょう。このように、褒めることは想像以上に褒める側にとってもメリットのある行為です。褒められた側にも当然ポジティブな変化が起こります。その代表的なものがドーパミンが分泌されやすくなることです。ドーパミンは達成感や喜びに関わるホルモンで、もっとやりたい、もっと頑張りたいという意欲を引き出します。褒められるとやる気が高まり、パフォーマンスの向上にもつながるでしょう。また褒めることは相手の自尊感情を育てます。自分の存在や行動を認められると、自分には価値があるという感覚が強まり、それは困難に直面した時に立ち直る力の土台にもなります。日常の中で受け取る褒め言葉は、自尊心を支える大切な要素なんです。さらに褒めることは人間関係も深めます。私たちは誰もが認められたいという欲求を持っています。その気持ちが満たされると、相手は褒めてくれた人に信頼感や親近感を抱きやすくなるものです。このように褒めることは相手の心や行動、人間関係にまで良い影響を与えるんです。ここまで話を聞いて、どんどん褒めればいいと思われたかもしれませんが、必ずしもそうとは限りません。褒め方を間違えると逆効果になることもあるからです。ここからは褒めることのデメリットをお話しします。まず最初に、褒められ依存があります。褒められることが行動の唯一のモチベーションになってしまうと、自分の意思ではなく、他人からの評価のために行動するようになるでしょう。そうなると、褒めてもらえないとやる気が出なくなったり、他人にコントロールされやすくなったりするという問題も生まれます。また、能力や才能ばかりを褒め続けることも、思わぬプレッシャーを生むことがあります。優秀だねと言われ続けると、期待を裏切ってはいけない
という不安が生まれて、失敗を恐れ新しいことに挑戦しなくなることもあるでしょう。さらに、良い結果を出せば褒められるという意識が強くなりすぎると、結果のためならズルや不正をしてでも成功しようとする心理につながることもあるんです。これは学校や職場でも起こりうる問題であり、結果だけを評価する褒め方の危険性を示していると言えるでしょう。褒めることは上から目線の行為になってしまうという問題点もあります。アドラー心理学では、褒めることは能力のある人がない人を評価するという縦の関係を強めやすい行為だと考えられています。上司が部下を褒める、親が子供を褒めるというのは自然に思いますが、そこには評価する人と評価される人という縦の関係が生まれやすいです。そうなると、対等な信頼関係は育ちにくくなるでしょう。また、根拠のない褒め言葉や相手がコンプレックスに思っている部分を褒めると、お世辞や嫌味のように聞こえるかもしれません。そうなると、褒めることが逆に不信感を生んでしまうでしょう。さらに、みんなの前で特定の人だけを過剰に褒めることにも注意が必要です。一人だけを持ち上げすぎると、周囲に嫉妬心が生まれることもあるからです。褒めることは相手との関係だけでなく、その場の雰囲気や人間関係全体にも影響することを忘れてはなりません。次に、褒めることのデメリットを避けながら、メリットを最大限に引き出すには、どのように褒めればよいのかを考えてみます。まず大切なのは、能力や結果を褒めるのではなく、プロセスに目を向けることです。あなたは優秀ですね。今回の結果は素晴らしいですねと結果を褒めるよりも、何度も見直して丁寧に仕上げていましたね。最後まで諦めずに取り組んでいましたねというように、その人の行動や努力、取り組む姿勢に目を向けて言葉にする方が、褒め言葉はずっと意味のあるものになります。プロセスを褒められると、相手は自分のやり方は間違っていなかった。この取り組み方で良かったんだと感じることができ、次も同じように頑張ってみようというモチベーションにもつながります。次に大切なのは、評価として褒めるのではなく、感謝や共感として伝えることです。ここで参考になるのが心理学でいう愛メッセージという方法です。これは、あなたはすごいですねとあなたを主語にして評価する言い方ではなく、あなたが〇〇してくれたおかげで私はとても助かりました。私はとても嬉しかったですというように、私を主語にして自分の気持ちを伝える言い方です。この伝え方をすると、評価する人と評価される人という上下関係が生まれにくくなり、対等な関係のまま相手に感謝や肯定の気持ちを伝えることができます。そしてもう一つ大切なのがタイミングと具体性です。褒めるときはできるだけ行動の直後に、そして具体的に伝えることが重要です。よかったよ、すごいねといった曖昧な表現よりも、あの場面で落ち着いて判断していたところがよかった。最後まで丁寧に説明してくれて助かったというように、何が良かったのかを具体的に伝えることで、褒め言葉の説得力はぐっと高まります。今回は
褒めることのメリットとデメリットを整理しながら、効果的な褒め方について考えてみました。褒めるという行為は、使い方次第で自分にも相手にも豊かな変化をもたらしてくれます。幸福感が高まったり、思考が活性化したり、やる気が引き出されたり、人との関係が深まったりと、さまざまな良い影響が生まれます。その一方で、褒め方によっては、依存やプレッシャー、関係性の歪みといった問題が生じることもあります。だからこそ、ただ褒めればいいというわけではなく、どのような気持ちで、どのような言葉を届けるのかが重要です。大切なのは、褒めることを相手を動かすためのテクニックとして利用するのではなく、相手に関心を向け、敬意を伝える行為として使うことだと思います。相手をよく見て、結果ではなくプロセスに目を向ける。評価としてではなく、感謝や共感として言葉を届ける。そのような姿勢で人と関わることで、自然で温かなコミュニケーションが生まれ、心地よい人間関係を育てていけるのではないでしょうか。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。これからも時々心理学の学びをシェアします。応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。